はい、どうもなんとか重工です。よろしくお願いいたします。本日の動画なんですが、以前このような動画を私作成いたしました。はい、こちらの動画なんですが、岩田ツールさんのご依頼によりまして、岩田ツールさんの新開発中のエンドミルの特徴を捉えた PR 動画というふうになっております。概要欄にもリンクありますので、ぜひ見てみてください。で、そちらの開発中のエンドミルの動画が今回の動画となっておるんですが、ちょっとした PR も兼ねてやっております。そちらの開発中のエンドミルなんですが、岩田ツールさんなんと開発中にもかかわらず無料でサンプル提供するというふうな、ちょっと変わったキャンペーンがありますということで、まずね、そのキャンペーンの詳細の前にどういったエンドミルかといった点を動画にして、お届けしたいなと思います。その後にキャンペーンの内容をお伝えできればなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というわけで開発中のエンドミルの特徴をまず解説したいと思います。この工具はヘリカル穴開け時にスラスト抵抗が非常に少なくなっており、通常では加工に無理が出るようなランピング角度15度でも加工が可能です。ランピング角は左から2度、5度、15度となっており、加工深さは 15mm です。ランピング角以外の条件は全て一緒です。そして15度で加工が可能なことはもちろん、加工スピードの差をまずはご覧ください。加工状況がよく見えるように、あえて材料の端で加工を行っています。15度の方はもりもりと加工が進みまして、喋っているうちに加工が終了いたしました。ちなみにこの実演は卓上 CNC で行っておりますので、合成、速度ともに上回るマシニングでスラスト抵抗を抑えたこの工具で加工するとどうなるのでしょうか。はい。そう言ってるうちに5度の方の加工が終了しました。2度の方はね、まだ加工終わっておりませんが、タイムだけ表示して、これでおしまいにしたいと思います。はい、加工の方はね、こんな感じで材料の端っこで加工しておりました。そして1点注意点なんですが、エンドミルの形状から少しぼっち、中心にね、削り残しが残るという特徴もありますので気をつけてください。はい、スラスト抵抗が低いという特徴から薄板での加工にも利点があります。まずは一般的なエンドミルでの加工を観察してみたいと思います。はい、では見ていきましょう。エンドミルが刺さると同時に材料がたわんで、はい、ポンと戻る。よく見る光景。はい、では開発中のエンドミルを見ていきますと、ほぼたわまずにわずかにポンと戻るといった感じで加工が可能です。はい、駆け足ではありましたが、工具の特徴を解説いたしました。今から今回のテーマに向けて小細工して動画の方を進めていきたいと思います。はい、というわけでこちら、やってみたところ詰まっちゃいました。ヘリミルのヘリカルでですね、調子よくいけてはいたんですけど、深さ 12mm ぐらいまではいけました。ちなみに工具系は6パイで、溝調がだいたい 12mm くらいあるのかなっていう工具でやってみたところ、深さ 12mm までは快調だけど、その先がどんどん詰まっていく音がして非常に不安感のある感じとなっておりました。
岩田社長にねこのこと報告したところですね、新しい仕様のものを用意していただけるということで、そちらをちょっと待ちたいと思います。はい、というわけでこちら 6π の 2D 仕様のヘリミルですが、20mm の板に穴が開けてなかったということで、岩田社長に昨日連絡いたしましたところ、翌日こちらが届きました。はい、ヘリミルの 5D 仕様となっております。動きが速いですね。はい、こちら、試していきたいと思います。開きましたね。溝があると余裕で開きました。はい、というわけでちょっと 2D 仕様の時に開かないということで詰まっちゃうということで、条件を手加減していたので、そこら辺を戻してまた加工していきたいと思います。
はい、というわけで完成いたしました。こちらプレート2枚作りました。このプレート2枚はどこで使うのか、何に使うのかという点に関しては次の動画で紹介したいと思います。で、冒頭にお伝えしました岩田ツールさんの開発中のエンドミルとそのエンドミルのキャンペーンの詳細について、お伝えしたいなと思います。はい、製品名なんですがヘリミルとなっております。はい、岩田さんのところはトグロンとかヘリミルとかなんかちょっと可愛いっぽい感じの名前が好きなんですかね。ヘリミルということになっております。そしてキャンペーンの名前なんですがヘリミルのベータテストというキャンペーンになります。で、そのベータテストっていうキャンペーン一体何なのかと言いますと、なんとその開発中のエンドミル岩田ツールさんから無料でサンプルを送っていただけるというキャンペーンのようです。そして無料で送る代わりに何でもいいんですけど SNS で動画なり画像とコメントなりを合わせて発信してほしいということのようです。で SNS 投稿される時に指定のハッシュタグがあるはずです。発信の条件になると思います。 SNS の種類に関してはこれも募集要項を見ていただきたいんですが Twitter とか YouTube とか、Facebook とか TikTok もありなんだろうか、そこら辺の SNS を使って感想を動画と画像を交えてコメントいただければなと思います。動画を撮るっていうのはね結構難しいかもしれないんでね、空欄とドバかけてって動画の意味がよくわからんみたいな感じになるかもしれないんで画像でも多分いいと思います。はい、コメントもねください。言うたらですね、ユーザー自身が開発に参加してくれたらいいなみたいな感じのキャンペーンという解釈で言います。はい、いいとこ悪いとこ言うてあげて、でそれが開発に反映されるっていうキャンペーンですね。なかなかないですよね。だいたい工具っていうのは完成された状態で、制作条件はこれっていうのがパンと出て買って使うっていうのが基本なんですが、変わった手法でちょっと開発していくっていうことなんでしょう。というわけでバージョン0です。バージョン0の、ベータテストが今回始まると。これは岩田ツールさんからとりあえず素の提案という感じでバージョン0が始まり、そしてユーザーさんのところでいろいろなんかこうリクエストがあったりとかして、で、バージョン1バージョン1ですね、バージョン1で、その反映されたやつが出てくる。またベータテストをおそらくするんでしょう。そしてバージョン2になりまたベータテストするのかな。バージョン何歩で一体完成させるつもりなのかちょっと詳細はわからないんですが、そういった感じのキャンペーンになっておると。このキャンペーンね参加される方はぜひ概要欄の募集要項等々を見ていただきまして、ぜひね無料でこれを手に入れて好き勝手言ってはいかがでしょうか。はい、私がエンドミルを折るシーンを動画に出してもいいという許可が出るぐらいなので、皆さん遠慮なく忌憚なきご意見を言ってみてはいかがでしょうか。そしてこのエンドミルの特徴なんですが、こうやって見た時にこっちが刃ですけどね、こっちが刃になってますけど、普通のエンドミルの底刃の刃の形状って言うたらスクエアでもラジアスでも大体こんな感じですね。底がフラットな形状になってると思うんですが、このエンドミルの底刃の形状がヘリミルではこんな感じでですね山形になっているというのが一番大きな特徴となっております。このヘリミルの一番大きな売り込みポイントなんですが、穴を開ける際にヘリカル加工で加工するときにこのヘリミルに関しては無理をせずに15度という驚異的な角度でランピングしていくことができます。加工範囲につきましては、例えば 6π については 6π の倍以下の加工直径、芯が残らない範囲で加工ができる穴開けヘリカルエンドミルとなっております。じゃあ何 π ぐらいやって言ったら、6π だったら 11π とか 11.5 とかあたりがマックスになるのかな。一番小さいところで何歩なんだろう。今回 6π で9の穴を開けるっていうこともやりましたけど、もうちょい下もいけるんかな。
ちょっと詳細の方はですね、開発中ということでですね、カタログ条件というのも確定していない状態のエンドミルです。ちょっと動画を見ている感じだと伝わってない可能性もあるっちゃあるんですが、実際のスケール感で見ていると普段絶対そんな角度で入り込まない角度で入っていくので、わっってなるっていう角度で入り込んでいきます。でね、私加工している最中に2本折ったんですけど、それも動画に出ております。はい、普通ね、エンドミルを折るシーンをね、提供がある状態で載せれないはずなんですが、ベータテストというキャンペーンの特性上全然 OK だよという話になっております。さっき言いましたけど、工具径の倍以下の穴を開けるという用途に特化したエンドミルとして開発しているにもかかわらず、私がコア抜きをしたり、あるいはこのね、外形の加工をすることによってエンドミルを折ったわけなんですけど、開発用途と違うやんけっていうところで折っている動画を上げていいということなので、ここら辺はね、皆様の解釈で自由にやっていただければなと思います。ただベースで考えていただきたいのは、ヘリカルで穴を開けるのに特化したエンドミルだよということをお伝えしておきたいです。まず岩田ツールさんの想定している用途というのが、特に薄板に対してこだわりがある風な感じを聞いておりますが、私にしてみたらそんなことは知ったこっちゃないと言いますか、はい、薄板ってね、そんなにやらないんですよ私ね、はい、薄板やらないので、この画期的なねヘリミルを薄板特化のエンドミルにしておきたくないという私の個人的なね願望ということで、私の発信といたしましては、深穴もそこそこやれてほしいという要望があります。はい、皆さんもこういう感じの要望をねじ込んでいってみてはいかがでしょうか。そうですね、私がこうやってコンセプトでやったやつは、実際穴開け加工で使ったエンドミル2本です。加工能率を犠牲にしたんかっていうと、実はそんなことなくて、かなり早く加工できていると。2、3本こいつを入れとけば非常にたくさん入れる必要のある下穴ドリルっていうものを削減できるんじゃないのかなっていう思いがあります。はい、サムネに現れていると思うんですが、6パイで例えばそうだな、どれぐらいからいけるんだろう、8パイから 11.5 ぐらいまでカバーできたとしたら、一体何本のドリルを節約できるんやと、ね、ATC に一体5本ぐらい入れてたドリルがギュッと1本になるとかっていうこともあり得るわけですよ。私これ非常に期待している。こういうねプレートの穴開けとかいろいろあるんですよね。6の M6 の下穴がある、そして6のリーマーがある、5のリーマーもあるって、その度に 4.8 の下穴、 5.8 の下穴、 5.2 の下穴とかっていっぱいドリルを用意せなあかんのがめちゃくちゃ圧縮できるんちゃうかっていう期待感があるわけでですね、この深穴っていうのに関しては岩田さん頑張ってほしい。で首逃がしでね穴が開けれなかったっていうのは、外部給油をドバドバかけてたらもうちょっといけただろうし、センタースルーともなれば結構余裕があったかもしれないんですが、エアなんでね、外部エアのみ、ミストエアのみというわけで、やってみました。はい、ここら辺どういうふうに開発が進捗していくのか非常に楽しみです。皆さんもね是非参加してみてください。このキャンペーンはね初の試みじゃないでしょうか。なのでいろいろとね、そのキャンペーンのクオリティ自体がねばらつく可能性はあるというところだけご了承いただきたいなと個人的に思っております。例えばね、僕が勝手に首逃がししたやつは真ん中にセンタースルーの穴が開いておりまして、途中からお願いした 5D とかの溝状があるやつに関してはセンター穴が開いてないとか、仕様にばらつきがあったりはするんで、ちょっとねおおらかな気持ちを持って、おもろいもの作ってちょっと試したるわみたいな感覚で、やっていただけたらなと思います。ベータテストに参加してやろうという気概のある方は参加していただければと思います。次の動画ではですね、私ここら辺の作ったプレートをどうやって使うのかっていうのをやっていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったという方おりましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いします。というわけでご視聴ありがとうございました。